ントの素晴らしさが、この姿勢がカービングがやりやすい姿勢なの。これが曲がってからよかったね。本当だ。っていう話。はい、それではね、まとめです。はい。カントはつけましょう。で、つけてダメな人は外しましょう。カービングです。エビドです。難しいことは分かりません。はい、こんにちは。はい、皆さんこんにちは。残暑も終わりました。もう少しでね、スノーボードシーズン。今日は何でしょうか。はい、これスケボーについてるこれ、何ですかってよく聞かれるんで。そうね。そう。なんて呼ぶんでしたっけ、これ。これはカービングカントと言いカンます。トですね。はい。まあ訳してカントと言います。はい。これの使い方とね、効果についてね、説明したいと思います。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。実際にちょっと滑って教えてください。わかりました。よいしょ。ペタッと置く。ここも踏んづけっぱなし。踏んづけっぱなし。で、こういう風に。わかるかな、踏んづけっぱなし。これもちょっとね、曲がるんだよ。ほら。本当だ、板も立つね。そう、ほら。本当だ、板立つね。こっちも立たせやすいんです。これだと立ったままでぐーっと曲がれるの。足首かかとの話だとパンパンパンは立つのに、その後ずっと立ってらんないでしょ。はい、立ってらんない。それも大きなメリット。普通はね、みんな大体こう乗ると思うのよ。つま先にかけて、かかとにかけて。で、それだと、こうなんていうかな、ロングターンがねできないんですよ。なのでこれを使った時にどうなるかっていうと、こうなってここに置きます。後ろ足に乗せてるのね。そう、こう乗せちゃう。そうすると自然に下がった時に膝が入ります。だからこれをやればグッとこういうポジションにいくんです。そうか、踏みやすくするためっていうのが一つなんですね。で、もう一つあります。はい、お願いします。スタンスを広くできるんですよ。まずスタンスっていうのはこの足と足の幅、このここね、この間、このスタンスが広ければ広い方、狭ければ狭い方、違いがあって、まず狭いと不安定です。で、広いと安定します。なんとなくそれは分かると思うんですけど、広くて今度腰を落としましょうというと、まあこうでしょ。辛いのよ。すごく辛いのよ。確かに。まあ実際スノーボードだと足首こう曲がらないから、こうなってればそれは広くてもこれ取れるのよ。おお、本当だ。これは結構辛くないスタンスね。これは大丈夫ですね。ここめっちゃ痛いけどね。それも一つ。とスタンスを広く取ると、この腰のポジションがこういうふうに。あ、前後の動きができるんですね。これが前後の動きね。みんなが言ってる前後の動きって、こういう動きだと。ああ、結構みんなそれで滑ってるかも。じゃなくて、腰のポジションをノーズ側、テール側にするっていうやつ。フロント、バックってやっていくんだけど、これやるとバックサイド、ほら見て。あ、浮いてますね。この分踏めないのよ。踏めない。つま先だけで踏んでる。そう。さっき言ったように浮いちゃうじゃない。浮くとずれるんですよ。ただこの間埋めてあげるものがあれば、このままグッと踏めるのね、こっちに。なるほどね。踏めて力それで板に伝わるから。はい、ところでエビちゃん、質問があるんですけど、何でしょう。カントでさっき踏めるって言ったじゃないですか。踏んだ時の力ってカントだとどうなっちゃうんですか。また難しい質問しますね、私。まあ私が分かる範囲でお答えします。お願いします。はい。結局板を踏んでこうやれば踏んでるっていうのは分かると思うんだけど、カントをこう踏むとこっちになるだろうって話なんですけど、違うんですよ。板が立つでしょ。まあ極端にあるね。板が立った時にここベタッと踏むじゃん。そうするとなんつうのかな、こうじゃなくて真下じゃなくてこういう感じ。イメージ的にね、こう踏むからこういう感じで、こうじゃなくてこういう感じ。斜め下に行くんだ。そう、斜め下。バックサイドでもフロントでも同じ。ああ、なるほどね。でバックサイドの時も要は後ろにこう踏みながら腰のポジションをずっと移動していけるんで、フロントサイドもこうなった時に、これがまあ極端な話ね、これが板が立つね、フロントに。その時にもこれがなんつうの、平行になるみたいなイメージでね。そのままドーンとこっち側、今度はで踏んでいける。ロースケの場合はそのウィルの後輪の方に荷重がいくのね。そうですね。ああ、なるほどね。結局やっぱり前にポジション持っていくと後ろずれるんで、ロンスケでもスノーボード後ろずれるんですけど、このカントがあることによってグッて踏んだ時に後輪までこうなんていうの、イメージがこっちに伝わるような、ドンとそこだけじゃなくて。そうですね。ああ、それと板のしなりを入れて
力配分が非常に良くなるってこと。そうですね。はい。なるほどね。私の場合ね、もっとね、前に行きたいって言ってより簡単にも打っちゃう時あるんですけど、あれはやりすぎです。あ、そうですか。あれはやりすぎ。まあ大体踏んどけばいいんですよね。そうですね。なるべくベタっと踏んどけば大丈夫です。はい。じゃあそういうのもちょっと今日今お話したんで、それを見ながらちょっとね、滑りもう一回見ていきたいなと思います。わかりました。カントがあるとさっき言った前後の動きができるっていうんで、はい。いくよ。こうでしょ。こうやるとこの腰の動き見て、こう安定するんだ。こういう動きができます。なるほど。これを前後の動きと言います。前後の動きで重要なのが前足だけに乗るとか後ろ足だけに乗るじゃないのよ。両方踏んだポジションで腰だけ移動するっていうのが前後の動きになるんですけど、はい。じゃあ次はね、大きくねロングターン大回りでやりますから。はい、お願いします。はい、行きます。乗る、こっち乗り続ける、後ろも踏み続ける。次こっちに乗る、乗り続ける。はい、切り替え、こっち。はい、逆、こっちこっちね。はい、逆。こういうイメージ。すごい。結構大きく回れますね。そう、あれでずっと曲がれるんだよ。このカントすごいね。すごい。でこれ楽しいんですよ。すごい楽しい。ね。大回り楽しいもんね。全然やっぱね、なんだろう。スノーボードもスケートボードも曲がってる時楽しいじゃない。確かにそう。で、あれをずっと曲げてたいじゃない。はい、曲げてたいです。そう。そのためにカントがあると楽しいよってお話でした。はい。今日もありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。じゃあそれでは皆さんね、チャンネル登録をしてシーズンに備えましょう。はい。また見てください。さよなら。またね。